皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、新型コロナウイルスの現状とその改善案について様々解説を行っていこうと思います。現在日本の報道機関は新型コロナウイルスの感染者数が急増していることに関して、このままでは日本の医療体制というものは崩壊してしまうといった話などをしています。この問題に対して私は様々な改善案があるのに、それらを政府が実施していないことに非常に歯がゆく思っています。通常であればこういった YouTube のチャンネルの動画などにおいては政府批判を一辺倒に行って、さあみんなもスッキリしたでしょという話をするのがメインだとは思いますが、私の場合は批判するにしても必ず対策案というものをなるべく出したいと思っています。人によっては私の対策というものを見て、いやいや全然そんなもんじゃ足りないよというふうに言われる方もおられるでしょう。しかし一つ一つの改善案を積み重ねることによって現状というものは必ず打開することができると私は思います。なぜならば日本にはそれだけの底力があると私は信じているからです。それでは日本の現状とその対策としてどのようなことをすればいいのか、その解説などをお聞きください。それではまずは日本の状況から確認していきましょう。こちらは新規の感染確認数のグラフです。第1波、そして第2波を乗り切った後、第3波の現在が最も新規の感染者確認数が多い状況で、1日の確認数が3000人を超えるようになりました。この3000人という数を覚えた上で、ちょっと他の国も見ていきましょう。こちらはドイツです。ドイツの感染者確認数というものは第1波を乗り切った後は随分長い間、非常に少ない人数で収まっていました。と言っても、1日1000人を上回っている日というのも別に珍しいわけではなかったです。しかし、秋から冬にかけてこの1000人、2000人などというレベルでは済まないようになりました。1日の新規感染者確認数が1万人、2万人といった日が連続して続くようになり、現在でも右肩上がりの状況です。この感染者確認数の増加に伴ってドイツにおける1日の死亡者数というものも数百人というレベルまで達しています。なお、感染者確認数が増加している日本における死亡者数の数というものは2桁です。ドイツはヨーロッパな国だったわけですが、では一番被害の大きいアメリカと比べるとどうなっているか。こちらと比べるのは少々気が引ける部分があります。感染確認数についても日本とは桁違いであり、グラフとしては非常に低いなと思ったその時期においても1日の感染者数が1万人、2万人ということはザラにあって、そこからさらに一気に伸びて1日の感染確認数が5万件、6万件といった日があって、さらに冬に突入するとこの数というものが10万人を超え、最大では20万人を突破しています。そして死亡者数について言っても、初期から1日の死亡者数が数千人というレベルで、そこからずっと似たようなレベルが続いています。ただ冬にかけて感染者数が増加しているその割には、死亡者数はある程度収まっているようにも見えます。このようにドイツ、アメリカと比べた場合、感染者数というのはそれこそ日本と比べた場合は桁が一つ違うのがヨーロッパ、そして二つ違うのがアメリカといった具合にして、かなりその差は大きいものです。しかし日本国内においては、医療体制がもう逼迫していて医療崩壊するかもしれないという報道がなされています。ヨーロッパは10倍、アメリカは100倍といったそのような状況と比べると、かなり日本の方が感染者数は少ないはずなのになぜそのようなことが起こるのでしょう。こちらは日本各地における新型コロナウイルス対応の病床数とそのベッドがどれだけ埋まっているかというものを表したものです。報道機関は東京や大阪といった大都市でベッドがもう足りなくなっている、医療崩壊も間近だといった具合にして報道しています。しかし全体として見ると実は 51.3% の使用率とあってまだまだ余裕があることがわかります。このことから一体何がわかるかといえば、地域によってベッドの使用率については大きな差があるということです。例えば東京におけるベッド数は6360とあるわけですが、そのうち使われているのが6259。確かに非常に危険な状況です。しかし、お隣の山梨県を見てみると、424のベッドに対して使用されているのは38と、まだまだ余裕があるように見えます。また大阪についても似たようなことがあって、3511のベッドに対して3491が使われている、ギリギリの状態だなと思うわけですが、一方でそのお隣の和歌山県では537のベッド中使われているのが26と、随分空いていることがわかります。その他日本全体で見てみると、鳥取県では653のベッドに対して使われているのは9、徳島県でも350のベッドに対して使われているのは5、
また熊本県などは桁はちょっと間違っているのかなと一瞬思ってしまいますが、1830のベッドを用意して使われているのが156と、まだまだ余裕があります。このように地域間の状況の違いというのは非常に大きいわけです。このことから政府が行うべき手というのがあります。それは新型コロナウイルスの感染患者が多い地域とそうでない地域には明らかに差があるわけですから、負担をいかにしてみんなで分かち合うかということを行政として後押しする必要があります。おすすめなのがまず負担の少ない地域からの職員の派遣を行うことです。これは患者さんを動かすよりも元気な人を動かした方が基本的には問題が少ないからです。しかしそのことが難しいのであれば逆に行政の垣根を越えて患者さんを違う地域に移すといったことも負担を分散させる手となります。ただしこのような話をした時に確かにそれはいいかもしれないがそのようなことをできる裏付けとなる法律はないといった指摘などがあります。しかしこのような問題に対して日本政府は何かすべきです。当たり前のことですができないのであればできるように法律を改正するというのがまさに国会の仕事です。次に同じく病床の使用率の数値からもう一つ読み解けることがあります。それは東京などにおいては確かにベッド数が足りないわけですがそのベッドが足りない理由というのも一つ改善策があります。現在新型コロナウイルスは指定感染症に指定され非常に厳格な対応が行われています。そのために新型コロナウイルスの陽性反応が出ましたよという方に対しては原則隔離や入院措置といったものが行われ濃厚接触者についても同様の自主隔離などが求められます。しかし新型コロナウイルス問題で今危険視されているのが医療体制の崩壊なわけですがそこをいかにして救うかを考えた場合に果たして軽症患者などを入院させる必要があるのかという根本的な問題について考え直す必要があります。そこで考えられている改善策というのが5類指定への変更です。これは原則隔離や入院措置といった極めて厳しい対応ではなく病院に入院するのは重症者向けにある程度絞り込み一方で無症状であるとか軽症者の場合はホテルや自宅療養といったものを積極的に活用しようという方向転換をすることです。もちろん基礎疾患があったりもしくは年齢が高いことによって新型コロナウイルスの重症化リスクが高い人に関してはホテルで重点的に見守って容体が変更したらすぐに病院へと移るような体制づくりなどは必要でしょう。そのような改善というものを施した上でこうした指定感染症のエボラウイルスをかかった人かのような対応というものを改めてリスクの低い人に関してはそれほど気にする必要はなく高齢者や基礎疾患のある人を中心としてより注意深く見ていくといういわばメリハリをつけた対応へと変化させる必要があります。それでは次の改善点の話をしましょう。こちら関西のニュースなわけですがこちらをお聞きください。絶対反対との意見も病床確保吉村知事が訴えるも医療機関から厳しい声。12月24日2020年も終わりを迎え収束の気配が見えない新型コロナウイルス医療体制が逼迫する中大阪府の対策協議会が23日開かれました。議題に上がったのは今後の軽症・中等症の病床確保についてです。大阪府では運用している軽症・中等症のベッド約1200床のうち 76% ほどが埋まっています。公立病院では9割が患者を受け入れていますが、民間病院では1割にとどまっています。このため会議では二次救急の医療機関のうち内科・呼吸器内科があり、新型コロナの患者を受け入れていない112の病院に軽症・中症の病床確保を要請することが決まりました。さらに軽症の高齢患者を専門的に受け入れる医療機関を確保することも話し合われました。これに対する反応です。対策協議会の浅野会長は軽症でも高齢だからホテルじゃ心配だという方を見ていただける病院を作っていただければ、私立病院の協会の会長は絶対反対、そういう患者を受け入れる訓練はできていないし体制はないです。コロナは急変することもあります。急変した患者を見てくれと言っても見てくれないのが現状で困る。会議では反対意見も出ましたが吉村知事は大阪府吉村知事やらないという判断ではなくやるという判断をお願いしたい。病床も非常に逼迫している。一部の70の病院がやっているんですが
この輪を広げていく、大阪にいる医療資源全体でコロナを退治していくという話をしています。このニュースのポイントは、まず第1が、公立病院では9割が患者を受け入れていますが、民間病院では1割にとどまっているという点がまず非常に重要です。新型コロナウイルス問題は日本全体の問題なわけですが、じゃあ新型コロナウイルスの患者さんが出た時に、どのような病院がこれを受け持つかという話になった時に、基本的には公立病院が受け入れるような形となっています。そして受け入れが1割にとどまっている私立病院側の意見としては、そういう患者を受け入れる訓練はできていないし、体制はないですという話をしています。ここではそのような話をしていますが、これ以外にも民間病院で新型コロナウイルスの患者を受け入れた際に集団感染が発生し、クラスターだという報道などがなされれば、報道機関は一斉にその民間病院を叩きまくるという現象が発生しています。それ以外にも新型コロナウイルスの患者を受け入れているということを理由として、その病院に勤めている施設職員に対して差別が行われているといった問題もありますし、また新型コロナウイルス患者を受け入れているから、その病院には一般外来の人がもう寄りつかなくなってしまうという経営上の危機を引き起こしてしまうといった問題なども言われています。このように公立病院の方に負担が集中しているということは同時に、そのベッド数についていっても公立病院を中心として数えることができますが、受け入れていない私立病院がたくさんある状態では、病床数を確保することは非常に難しいのが現状です。であればその部分について国家として何ができるかといえば、最低限財政支援が必要です。つい先日のニュースで、新型コロナウイルスの患者を受け入れた場合は1500万円1人当たり出しますよというニュースが流れて、全体としては予備費から2700億円の支出が決定されました。1人当たり1500万円というその金額を見れば大きい金額には見えるわけですが、しかし病院としては受け入れ体制そのものを根本的に用意しなければなりませんし、新型コロナウイルスの患者を引き受けることによって一般外来の患者さんが来なくなってしまい、収入が大幅に減少するといったことも考えると、他にも財政支援の手というものを差し伸べるべきでしょう。新型コロナウイルスによる医療崩壊というのは、単純にベッドが足りないだけではなく、病院の経営が行き詰まってしまうという問題もあって、それらの問題に対してお金の面だけでもしっかりと手当てするということが必要なのです。次に新型コロナウイルスの問題を考えたときに一つ重要なポイントがあって、それは基礎的な情報の把握からどのような政策を立てるかということについて少しお話をします。これは厚生労働省の新型コロナウイルスのまとめの資料なわけですが、この資料を読めば現在すべき政策というものが一つ見えてきます。質問、新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち、重症化する人や死亡する人はどれくらいですか？答え、新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち、重症化する人の割合や死亡する人の割合は年齢によって異なり、高齢者は高く、若者は低い傾向にあります。重症化する割合や死亡する割合は以前と比べて低下しており、6月以降に診断された人の中では、重症化する人の割合は約 1.6%。ここで一つ重要なポイントがもう出てきました。重症化する人の割合は 1.6% です。それ以外の人、つまり重症化しない人の割合というのは 90% 以上いることがわかります。そして年齢別では、50歳代以下で 0.3%、60歳代以上で 8.5%、50歳代というところを一つ線切りをして、50歳代以下で 0.3%、それ以上では一気に跳ね上がることがわかります。死亡する人の割合だと約 1%、年齢別では50歳代以下で 0.06%、60歳代以上で 5.7% となっています。ここでも50歳代というのを一つの区切りとして劇的な数字の変化というものがあります。重症化する人の率、そして死亡する人の率といった話が出たわけですが、その中でも、じゃあ重症化しやすいのはどんな人ですかという質問もあるので、これも答えを見ていきましょう。答え、新型コロナウイルス感染症と診断された人のうち、重症化しやすいのは高齢者と基礎疾患のある方です。重症化のリスクとなる基礎疾患には、慢性閉塞性肺疾患、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、心血管疾患、肥満があります。
また、妊婦や喫煙歴なども重症化しやすいかは明らかでないものの注意が必要とされています。そしてこの下にある一つ、倍数というものを見ていきましょう。30歳代と比較した場合の各年代の重症化率です。30歳代が1倍だとしたら、それ以下の人たちは 0. 数倍といった形でかなり低くなっていますが、じゃあ年齢が上がっていくとどうなるかというのが注目ポイントです。40歳代だと4倍、50歳代だと10倍、60歳代だと25倍、70だと47倍、80だと71倍、90歳だと78倍と、30歳代を1倍として見た場合のその年齢によるリスクの上昇度合いというものがよく理解できます。年齢による重症化率や死亡率などについての知識を見た上で、こちらのニュースをご覧ください。日経新聞の高齢者施設のクラスター止まらぬ大阪病床圧迫の要因という記事の中で、一つ重要なグラフが出てきます。それは高齢者施設でのクラスター発生件数というグラフです。こちらのグラフでは大阪府、兵庫県、北海道と並んでいるわけですが、高齢者施設でのクラスターが発生すると何が問題かといえば、先ほども述べたように、その中でも特に重症化する割合が高い、そういった集団において集団感染が発生するということが、まさに病床を圧迫するということにつながります。にもかかわらず、東京都医師会などでは、真剣勝負の3週間と銘打って、みんなに注意喚起をするときに非常に気になるワードを使っています。特に注意が必要なのは一体誰かという話をしたときに、20歳代から50歳代のアクティブに動き回る方々という方に対して自粛というものを呼びかけています。神奈川県では東京都医師会と同じような話として、危機感を持った感染拡大防止対策をと訴えたときに、やはり気になるワードで、20代から50代の方は居酒屋繁華街に行かないでという話をしています。これは先ほど述べたような重症化と死亡率といったところから考えると、リスクが低い人たちに対して動かないでという話をしていて、一方でリスクが高い人に対しての言及をしていないという非常に不可解なことをやっています。東京都医師会としては、新型コロナウイルス現在の感染状況を見たときに感染経路としては、家庭内感染が多いですよ。家庭内感染が多いということは、外から持ち込んでいる。だからそれは若者たちが感染して、それが家に持ち込まれているせいだという考え方をしているわけですが、その考えをしている限り、日本の医療体制が逼迫しているといった問題に対しては有効な対策ではありません。なぜならば、若い人たちが新型コロナウイルスにかかったとしても、重症化リスクというのが明らかに低いということが分かっているのですから、重点的に隔離やもしくは保護する対象というのは、高齢者の方を重点的にすべきなのです。そして家庭内感染の話題について言っても、日本においてはおじいちゃんおばあちゃんは別の家で住んでいて、その息子や娘というのが全く別の場所で暮らしていて、そのような家庭環境の人たちが何かしらの状況で会うことによって新型コロナウイルスが高齢者へと移ってしまうということがあるのです。また、アクティブな20代、50代といった話をしているわけですが、高齢者の人たちが新型コロナウイルスにかかってしまうその原因として考えられているのが、アクティブな高齢者も非常にたくさんいるという現実を明らかに見落としていることです。高齢者というのはもう腰が曲がってすっかりとヨボヨボになっているというイメージがあるわけですが、現代における高齢者というのは非常に元気な人が多いのが実態です。60歳代になってもまだまだ仕事ができるよという人たちがいるからこそ、定年引き上げをしてもまだまだ実際に働けるし、再雇用される人たちもたくさんいるのです。それらの人たちが若者と同じように外に出かけて、それによって感染が広がれば、より高い率で重症患者となってしまうのです。それでは次の問題も行きましょう。日経新聞、ナイジェリアで第3の変異種新型コロナ。アフリカ疾病管理予防センターは24日、イギリスと南アフリカでこれまで確認された新型コロナウイルスの変異種とは異なる新たな変異種がナイジェリアで見つかったと発表した。ナイジェリアでは新規感染者数が増加しているが関連は不明だという。一方、デンマークではイギリス型の変異種が33例確認され、市中感染が懸念されている。イギリスと南アの変異種はいずれも強い感染力が確認された。新型コロナウイルスは時間が経てば、それによって変異ウイル
イルスが発生するだろうということはこれまで予測されてきました。そして変異というものが見られるわけですが、非常に問題なのは感染力が上がったのではないかと見られていることです。しかも、イギリスと南アフリカで見つかった変異ウイルスとはまた別の系統として見られているのがナイジェリアの変異株です。それぞれの国において変異が見られたわけですが、そこからさらに海外へと移り、その海外からまた他の国へ移るといったことは当然のように起こるでしょう。ですから、現在では日本はイギリスからの渡航に関してはストップをかけているわけですが、他の国からイギリス型の変異型が入ってくるかもしれませんし、同じようにナイジェリア型のものがナイジェリアからではなく、例えばヨーロッパのどこかの国や東南アジアのどこかの国といった形で他の国経由で日本に入ってくる可能性もあります。このようなことを考えると、現在新型コロナウイルスの流行期である冬を乗り越えて、そして春先にワクチンの接種が始まるということを考えれば、今この冬の時期においては海外からの人の移動というものを一度ストップさせるのが賢明と言えるでしょう。様々な対策についての解説を行ってきました。しかし、私は一つ言わせてもらえば、これらはあくまでも積み重ねが大事です。これさえやれば万事 OK というものではありませんし、新型コロナウイルスを例えば撲滅できるといった話ではありません。現状を改善することができれば、それによって医療体制の崩壊というものを阻止でき、そして季節的にもより感染がしにくい春へと移っていき、そのような時間経過というものがあれば、それはワクチンの本格的な接種シーズンへと突入することができる。いわば時間稼ぎをすることが状況改善へとつながり、その状況改善するためには、今様々な対策を打って現状を打破しなければならないというのが私の考え方です。そういった意味で、例えば高齢者の人たちに動きを抑制してくださいという話をするのは永遠にそうしろという話をしているわけではありません。春のシーズンになって新型コロナウイルスに対するワクチンというものの接種が始まれば、高齢者の人たちは私は積極的に打つべきだと思っています。なぜならば今回の解説でもあったように新型コロナウイルスに対するリスクが高い人たちだからです。このリスクの高い人たちが集団免疫を持つことができれば、たとえ若い人たちがかかったとしても人工呼吸器が必要なような重症化率というものは非常に低いのですから、医療体制が逼迫するといったことはないのです。ですから期間限定で高齢者の人たちが人との交流をある程度抑制するということが非常に重要なのです。また、海外から入ってくるウイルスについて非常に警戒しなければならないことも一つのポイントです。なぜならば私が述べた重症化率が高いですよというこのデータというのはこれまでのウイルスの特性を述べたものであり、新型コロナウイルスのその変異型が例えば感染力が上がりましたよという話はありますが、その他どのような特性を持っているかというのは本当はまだわかるものではありません。表面上においては感染力が上がったよという話ですが、その感染力が上がった対象が例えば若者を中心として感染力をさらに伸ばし、それによって重症化率が今までとは違う次元で上がったとすれば、それは非常に危険なウイルスとなります。ですからそのようなことがないのを確認するまではある程度警戒レベルを上げる必要があります。ですから私は変異ウイルスというものが日本国内に入ってくることを水際で防止するためには、海外から入ってくる人の渡航というものを一時的にでもシャットアウトすることを提案しています。この海外からの流入をストップするという件についても私は期間限定で考えていて、新型コロナウイルスのワクチンというものが高齢者を中心にして大量に接種され、高齢者層における集団免疫状態というものが獲得できれば、それ以後については順次海外から人がやってくることに関しても開放していくべきだと考えています。これらなどについてはまさに状況に応じた臨機応変な対応というものはすればいいと思っています。それでは簡単に最後にまとめをしましょう。新型コロナウイルスのリスクが高い人たちは高齢者ですよということを前提として私は考えていて、医療体制を見直すべきだという話をしました。まず行動を抑制すべきなのは若者ではなく高齢者の人たちに呼びかけることを一番大事にして、それによって重症化する人たちというのを数を減らすことができれば、医療への負担というものを大幅に削減することができます。そして医療側についてもその体制については改善の余地がたくさんあることを述べました。例えば地域によっての村があるのだから、その村を慣らすことを取り組まなければなりませんし、また民間病院が新型コロナウイルスの患者を受け入れられていないという現状に対して、
政府としては財政支援やもしくは法律などを作ってある程度強制的にとは言いませんが、新型コロナウイルスの患者を引き受けるような体制というものをある程度命令できるようにする必要はあるでしょう。そのために法律がないのであれば法律を作るといったまさに国会議員の仕事があると私は思います。そして様々な改善を行い対策を実施することによって時間を稼ぎ、リスクの高い人たちにワクチンを打つまでの時間稼ぎをすることが今日本がやるべきことだと思います。そしてこれらの対策というのは何も私は独創的な話としているものではありません。ほとんどの場合は医療関係者がすでにこうした方がいいではないかといった話を様々な場面でしています。それらの話を今回はまとめたわけです。そしてこれらのまとめたものというものを政府がいかにして取り上げ実施していくかというのが非常に重要なことです。政府を批判するだけであればもっと簡単だったでしょうが、このように対策というものが様々出揃っているのですから、政府がやるべきなのは明らかです。そしてこの動画を見た皆さんは納得できる部分についてはぜひとも SNS 等で発信してより多くの人々へと拡散をしていってください。新型コロナウイルス問題というのは不安に煽られて誰かを敵にし攻撃するだけというところだけでは問題は解決しません。このような問題に対しては解決案が様々出ているんだから、その解決案の中で自分がいいなと思ったものを積極的に他の人にも進めていくことがより建設的な社会というものを築くと私は思います。皆さんはこの動画を見られてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わった方は評価ボタンと SNS 等への拡散もぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。